ザ・ラストロックスターズを結成したハイド。今回はハイドのバンドの歴史を紹介します。ハイドの歴史。ラルク・アンシエル結成から現在まで。デザイン系の専門学校在学中にハイドはギターを始める。いろいろなバンドにギタリストとして参加しライブを行うが、バンドへの加入はしていなかった。キディ・ボムズというバンドにセッションで参加した際にペロと出会う。ハイドはセッションを重ねボーカルをやるようになる。ペロを誘いジェルサレムズロッドを結成。この時はハイドではなくヒデという名前だった。セッション大会で哲也に出会う。哲也がハイドにバンドを作ろうと誘い電話をするが、一度は断られる。哲也は諦めずにジェルサレムズロッドのライブに何度も足を運ぶ。そしてジェルサレムズロッドは活動の行き詰まりを感じ解散をする。哲也を中心にラルク・アンシエルを結成。ナンバロケッツ対バン形式で100人以上を動員。また初のワンマンライブでは300人以上を動員する。ナンバロケッツのライブでギタリストのヒロが脱退、ケンが加入する。初のシングル「フラッツ・オブ・ティアーズ」を1000枚限定発売。大阪ミューズで行われたライブをもってドラマーのペロが脱退。さくらがドラマーとして加入。ファーストアルバム「キューン」リリース。ファーストビデオシングル「眠りに寄せて」でキューンソニーレコーズからメジャーデビュー。セカンドアルバム「ティエラ」をリリース。ルナシー、ソフトバレット爆竹による合同ライブツアー LSB の札幌公演。ラインクライズとともにゲストアクトとして出演。ファーストシングル「ブルーリーアイズ」をリリース。ショックエイジスペシャル195に出演。グレーなどと共演する。アルバム「ヘブンリー」をリリース。初の日本武道館公演。アルバム「トゥルー」をリリース。初のオリコンアルバムチャート1位とミリオンセラーを記録。さくらが覚醒剤取締法違反で逮捕され活動休止状態になる。シングル「虹」をリリース。サポートドラムとして元ジキルラインクライズの幸宏が参加。さくらがラルク・アンシエルから脱退。初の東京ドーム公演。元日幸宏が正式加入。シングル「ウィンターフォール」をリリース。初のオリコンシングルチャート1位。アルバム「ハート」をリリース。シングル「ハニー」仮想新色3枚同時リリース。3枚で初動157万枚を売り上げ、同一アーティストが売り上げた最多初動セールスを記録。日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。紅白歌合戦に初出場。アルバム「アーク」「レイ」2枚同時リリース。2枚合算で初動300万枚以上を売り上げ、同一ミュージシャンが売り上げた最多初動セールスを記録。トータルセールスで600万枚以上を売り上げた。ベストドレッサー賞を受賞。2度目の紅白歌合戦出場。初のカウントダウンライブ東京ビッグサイト。アルバム「リアル」をリリース。初の4大ドームツアー40万人以上を動員。3度目の紅白歌合戦出場。シングル「スピリットドリームズインサイド」をリリース。この曲を最後に活動休止状態になる。ハイドもソロ活動を開始。ソロファーストアルバム「レントゲン」をリリース。アルバム「666」をリリース。ラルク・アンシエル2年半ぶりのコンサート渋谷セブンデイズ2003を開催。最終日のエンドロールでアルバム発売とツアーが告知された。シングル「レディーステディーゴー」をリリース。2年7ヶ月ぶりに本格的な活動を開始した。アルバム「スマイル」をリリース。アメリカで行われたオタコン2004の一環で初の海外コンサートライブイン USA を開催。アルバム「アウェイク」をリリース。結成15周年記念 15th アニバーサリーライブ。2日間で約11万人を動員。韓国インチョンで行われたロックフェスティバルにヘッドライナーとして出演。アルバム「キッス」をリリース。ツアー 2008L7 トランスアジアビアパリを開催。この頃ハイドはカズと共にロックユニットバンプスを結成する。シングル「ラブアディクト」をリリース。アルバム「バンプス」をリリース。2009年からは海外での活動も積極的に行いワールドツアーも行う。南米ではセカンドアルバム「ビースト」が日本人アーティスト初のセールスチャート4位を記録。ラルク・アンシエル哲が哲也に改名をする。4度目の紅白歌合戦に出場。元日に結成20周年の幕開けライブ幕張メッセ 20th アニバーサリーライブ味の素スタジアム 20th アニバーサリーツアーを開催。5度目の紅白歌合戦に出場。アルバム「バタフライ」をリリース。完全生産限定版には2004年から活動を開始させていたパートチェンジバンドパンク・アンシエルのアルバム「パンク・イズ・ノット・デッド」が付属された。4年ぶりとなるワールドツアーマディソンスクエアガーデン公演は日本人のミュージシャンとして初めての単独公演。その2年後に x ジャパンもマディソンスクエアガーデンで公演をします。
20th アニバーサリーワールドツアー2012ザ・ファイナルを開催。初のハワイ公演ホノルル市が5月31日をラルクアンシエルの日と制定。ハロウィーンパーティーの初回限定版と通常版をリリース。バンプスデリシャスデリレコーズに移籍。イベントプロモーターライブネーションと提携。海外ツアーを行う。ベストアルバムセックスブラッドロックンロールをリリース。ラルクアンシエルライブ2014アット国立競技場を開催。バンプスライブネーション主催による野外ロックフェスティバルダウンロードフェスティバルに出演。2014年以降ハイドは毎年冬に北海道富良野でディナーショー形式のコンサート黒ミサを定期開催する。バンプスが主催するロックフェスティバルバンパークフェスを開催。ラルクアンシエルライブ2015ラルカジノ大阪夢洲で開催。バンプスモトリー・クルーらを抱えるアメリカの大手マネージメントテンスストリートエンターテイメントと契約を結び音楽制作のメインを海外に移す。ラルクアンシエル25周年を記念したラニバーサリーライブを開催。バンプス全楽曲が英語詞となるアルバムアンダーワールドをリリース。活動休止を発表。ハイド黒ミサアジアツアーライブツアーハイドライブ2018 YOSHIKI フィーチャリングハイドレッドスワンをリリース。ラルクアンシエル初のクリスマスライブラルクリスマス東京ドームレッドスワンで紅白歌合戦に出場。ハイドフィーチャリング YOSHIKI ジパングリリース。ラルクアンシエルアリーナツアー2020を開催。結成30周年を記念したバースデーライブラッピーバースデー幕張メッセ結成30周年を締めくくる 30th アニバーサリーライブ東京ドーム YOSHIKI 杉蔵雅の3人とザ・ラストロックスターズの結成を発表。ファーストシングルザ・ラストロックスターズ全世界に配信リリース。紅白歌合戦に出場。デビュー公演ザ・ラストロックスターズライブデビュー2023を東京ニューヨークロサンゼルスで開催を予定している。ザ・ラストロックスターズはこのバンドで世界を取ると語った。